こんにちは。今日は京都の金閣寺に来ました。日本庭園好きの自称庭女子の私が素人なりにここのお庭の鑑賞ポイントをお話しさせていただきたいのですが、京都のお庭ということで、しかも有名な金閣寺のお庭ということで、いつも以上に緊張しています。お手柔らかにお願いします。では、まず、金閣寺の概要ですが、金閣寺は、臨済宗の京都御山の一つである聖国寺派のお寺で、正式名称は六恩寺です。作ったのは、室町時代の三代目将軍、足利義満です。言わずと知れた京都の観光地の代表格で、世界文化遺産にも登録されています。この場所は、室町時代の前、鎌倉時代、西園寺金常さんという方の別荘でした。西園寺さんは、ここに、浄土式の池泉回遊式庭園、つまり極楽浄土を模した池の周りを散歩できるお庭を作っていました。足利義満は、そのお庭を再利用して、自分好みの庭に作り直しました。義満は、武士の将軍ですが、公家や禅僧にも憧れがありました。金閣寺は、公家の代表格平等院と、京都の苔寺で有名な禅寺である西芳寺が、構想の土台になったと言われています。特に、足利義満は、有名な禅僧の無双祖石をとても尊敬していたそうで、無双国師の西芳寺に足しげく通い、よく座禅をしていて、身近な場所で座禅三昧ができるよう、金閣寺の庭をプランニングしたとも言われています。義満は37歳の時に、当時9歳だった息子に将軍職を譲り、翌年に出家、禅僧になりました。さらに、太政大臣、つまり天皇の政治を補佐する役に任命されたことにより、公家の身分も手に入れました。そして、それから51歳で亡くなるまで、ここ金閣寺で過ごしたそうです。義満は、禅僧や公家の身分に憧れていただけあって、禅の文化や公家文化にも憧れを持ち、よく精通していたようで、地位や名誉だけではなく、文化面でも最先端を行きたがっていました。その気持ちの反映が金閣寺でした。金閣寺の庭は全部で約13万2000平方メートル。東京ドーム3個分弱です。真ん中に胸骨という池があって、池の周りを散歩できる外遊式庭園であり、そして船を浮かべて遊べる周遊式庭園です。あ、金閣寺が見えてきました。でも、今日は金閣寺本体ではなく、お庭についてだけお話しさせていただきます。本来なら、霊浴一如という言葉がある通り、建物についてもお話できた方がいいのですが、建築については勉強不足なので、今後少しずつ勉強していき、語れるようになるよう頑張ります。では、まず、最初の注目ポイントです。それは、池に金閣寺が映っていることです。この池には、わざと景色が映るように、池の底に白い泥を敷き詰めていて、水を白く濁らせています。金閣寺が綺麗に池に映っていて、豪華な景色ですね。次は池です。向こうに見える池の中にある島は、芦原島という名前の島で、義満が大事にしていた石などが載っています。正直、湖岸からは見えにくいのですが、この辺りにあるのが三尊石で、お釈迦様とお月の人二人という設定の石です。そして、義満が一番大切にしていた細川石は、この辺にあるそうですが、湖岸からはよく見えません。細川石というのは、大名細川頼之からプレゼントされた石です。
義満が11歳の時、お父さんから、細川を父のように思って逆らってはいけないと言われ、その後、すぐお父さんが亡くなったため、義満は、その言葉を守り、細川頼之を父のようにずっと慕ったそうです。そして、この辺りに、鶴島と亀島があるようです。鶴と亀と三尊石は、このような池のある庭ではよく見るもので、不老長寿の祈りを表します。また、この辺りにある4つの石は、よどまり石といって、不老長寿の薬を探しに出ている船が夜に停泊しているという設定の石です。そして、後ろを振り返ると建物があり、その脇に樹齢600年の御用松があります。これは、船の形をしているので、極楽浄土に向かうために用意された船という設定です。陸州の松といい、元は、義満が育てていた盆栽の木だったそうです。日本庭園では、死後極楽浄土に行くための祈りの意味で、庭には、このようなモチーフがよく使われます。そして、次に進んでいくと、銀河線の立て札が立っています。ここは、美味しい水が湧く場所で、義満は、ここの水を使ってお茶を飲んでいたそうです。その次の立て札が立つ場所には、金閣寺が発祥の金閣寺垣があります。金閣寺垣は、四つ目垣風のものの上に半分に割った竹を乗せて、黒に染めた白縄で縛ったものを言います。ちなみに、これが四つ目垣です。次に立て札があるのは、龍門瀑という滝です。これは、脇を遡りすると、鯉も龍に生まれ変われるという中国の故事から、鯉が一生懸命滝を登っている姿を表現しています。真ん中で滝に打たれているのが、鯉を表す石で、離魚石と呼びます。これは、頑張れば何にでもなれるという意味で、武士にも好まれた考え方です。ちなみに、脇に打たれている鯉の他に順番待ちをしている鯉もいます。そして、全体的に石はいい石を使っているはずなので、鑑賞ポイントになります。特に、飛び石や階段などに使われている石は、綺麗な石が使われています。綺麗な円の石は、視点は、つまりここに立ってみて、という意味の石です。どんな景色が見えるでしょうか。そして、個人的に、この段差やこの床のデザインが好きですが、当時からのものでしょうか。こういう石の使い方は、何よりもセンスが問われますが、義満は、禅や公家の文化に精通していただけあって、センスが良かったと言われています。このようなデザインの敷石も当時にしてはおしゃれだったのではないでしょうか。ちなみに、当時はコンクリートなどなかったため、このように石と石の間は粘土質の土をかませて固定していました。今日は金閣寺のお庭をご紹介しました。足利義満は武士の将軍なので、お庭は武家系だと言いたいところですが、武家系を象徴するような大きなオブジェクトはあまり見られず、公家寄りにまとめられている気がします。金閣寺のお庭は、絶大さと繊細さを持ち合わせた、足利義満の性格や考え方などをよく表しているお庭だと言えます。訪れた際には、足利義満の人となりを想像しながら回ると楽しいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。ぜひぜひ、チャンネル登録といいねボタンをお願いします。それでは、また次回。